皆さんおはようございます。おはようございます。僕たちはハイエーススイちゃんと日本一周をしている夫婦です。現在兵庫県におります。今日は淡路島に渡って淡路島を1泊2日で車中泊しながら回っていきたいと思います。はい、僕たちにとっては2回目の淡路島なんですけども、前回行けていないところを中心に回っていこうと思います。天気にも恵まれておりますので、明日までこの気持ちのいい中、淡路島を堪能できたらなというふうに思います。今回2本立てになっておりますので、ぜひ前編後編と見ていただけたら嬉しいです。今回もよろしくお願いします。1.5 キロ道なりです。前回は四国から淡路島経由の兵庫に渡ったから、今回は逆ですね。逆？あれ？逆？前回も神戸から淡路に。あれ？君の記憶は誰との記憶なのかなあれ逆だったっけ？怪しいな。もうどんどん自分のあら、私淡路島3回目かな。前はコストコに行ったんよ、神戸の。行ったよ。それから淡路にそっ渡った。から淡路に渡ったんか。そうよ。幸せのパンケーキを。そう。下から上っていうなんか感覚やったわ。そっから四国に降りたんだっけ。さあ、行きしのゾーンになります。じゃあ、めったに乗らない高速道路、強制的に乗らなきゃいけない。神戸淡路鳴門通り。怖い人。なんでこの警察がいる？怖い。警察署があるんだ、その隣に。そう。怖い。いざ通るってなると迫力がすげえな。ねえ、天気がいいから綺麗や。淡路。頑張れスイちゃん。こっちだよ。兵庫県めっちゃ坂多かったね。多かった。もうやっぱ遠くまで見える。しまなみ海道も行ったっけ？走るってなった。しまなみ海道もそうやね。車の時は。そうですね。自転車は別にかからないけど、あそこだよね。あ、でもこの淡市結構やで、これを一周してって言われたら広いね。電車で淡市はきつい。電車する人たちはそれだろうけど、それやろ。俺たちはやめとく。行ったところ辺の下の温泉に入ったんやね。でこのそう。淡路っていうモニュメントがいてある温泉。いい温泉だったけどね。よかったね。夜に入っあ、天気良くてよかった。た。ねえ、綺麗。久々やん、この天気。天気のいい日のドライブが一番いい。910円でした。淡路島1泊2日よろしくお願いします。よろしくお願いします。しかも前ここの左側にあるファミマで温泉券を買って、ああ、買ったね。この道の駅淡路で車中泊させて調べたことあるもん。そう、この松子。ここは2回目の道の駅淡路です。すっごい綺麗。迫力がすごい。長いね。坂登ったじゃん。そこがすごい湾曲してるのが分かる。下から見る方が迫力あるかもしれない。で、やっぱ風は強い。寒い。下から見れるから後で見てみよう。下から。下から見るとこんな感じ。道路結構広いんだね。歩けるってことだよね。整備する人とかが歩くところやるね。高い釣り橋とかよりもここの方がよっぽど怖い。そうね。ポケモンゲットしに行くぞ。伝説ポケモン。あれね。例のあれですね。伝説ポケモンいいや。買います。水を買
買い物をすれば、この里に温泉が200円割引になって430円が530円になるそうです。先ほどの道の駅はサービスエリアから見るよりもまた下から見て違う景色が見られると思うので、淡路に来た時にはぜひ立ち寄った方がいいポイントだと思います。それでは今からしんちゃんに会いに行きたいと思います。4キロぐらい、5分程度で着きます。あ、書いてるわ、書いてる。ここだね、駐車場。ここから止めて歩いていくみたいです。あ、書いてある。自分たちはそもそも駐車場を間違えていたようです。さ、私に方向音痴とか言うけどさ、2人揃ってやな。いや、思い込みってことやろ。あれがいいって思ってたから。思い込みって怖いね。怖いね。ここわざわざ歩いちゃったもん。この坂を歩いて、めっちゃ疲れたし、しかも駐車場 F に止めんといかんのに。E に止めてたからまた違う駐車場。あれは多分木の遊具のところの遊び場って書いてたとこや、木の遊び場の駐車場で。なんだよ。間違えたよ。間違えちゃった。こちらが F です。ハーブガーデン。自体は無料で入れるけど、乗り物とかに乗るときにそう料金を払うっていうような感じで書いてあったかな。これもらったんだけど、ホテルもあるやろ。すごいよね。ホテルもね、最近やろ多分これ。アトラクションもあるらしくて、乗れないよ。お金かかるのよ。乗りたいと思ってね、ナルトの世界を体験できるんだって。そういうのが好きならさ、子供だけじゃなくて全然大人楽しむ。ドラゴンクエストすごいよ。だから自分たちのナルトの漫画は全て読んでますけど。ドラゴンクエストアイランドが現れた。冒険を始める。こんなのもあるんだね。公園と言いながらいろいろアトラクションが楽しめるってことね。わあ、楽しそう。そこにしんちゃんがいる。かわいい。かわいい。しんちゃんとシロとひまだよ。お風呂入ってる。樽で。なかなかかわいいな、これ。かわいい。いる。公園、ここは遊べるスペースになんか置物が置いてあって、これを目的で送られてきました。そう、これが一番の目的。これはうちのしんちゃんです。お尻ちゃんとプリってなってる。かわいい。綺麗なお尻だね。光ってる。頭のお尻。顔まで描いてある。かわいい。そしてこれがトイレの前にある。確かに。狙ってんのかな。フォレストアドベンチャーみたいな要素があるんで、これもしんちゃん。大人も楽しめるか。かなり充実してるよ、この遊具も。かわいい。いいリアクション。かわいいわ。ワクワク。ギリギリとしてた。乗れる。嬉しい。失礼いたしました。あ、アミアミ左衛門だ。うるせえな。失礼でしょ、なんかそれはそれで。網ぶり左衛門だ。おお。自分で網ぶり左衛門って言ってる。恥ずかしい。結構 3D にするとイメージと違ったっていうこと。風間くんとねねちゃんはだいぶイメージとは違う髪型をしてるんだね。お腹に入らないとキュービットは取れません。キュービーになりたかった。実際ね、漫画とかアニメ好きな人じゃないとわからないよね、俺たちみたいな。そうだよね。
ちゃい子連れてきても遊具すげえ充実してたし、自分らが子供いたら絶対ここにさ、連れてきたいよね。有料じゃないところで遊ばせる。ここは有料だからね。うるせえサスケ、また今度な。その頃にはもうナルトも終わってるよ。ね。県立淡路島公園を後にしまして、これから菜の花が見られるスポットへ移動したいと思います。はい、3月中旬に入ろうとしている時期ですので、菜の花がちょうど綺麗に咲いているかと思います。今からお花も楽しめる季節なので、それは嬉しい。そうだよね。二次元の森は無料で駐車場も貸し出ししてるし、あんなに充実してたら絶対何回でも行こうと思う。ねえ、県立公園なのって感じだけど、すごいよね。すごい。淡路島に入ってから結構すぐだからね、神戸の方からアクセスしやすいだろうなってこちらに止めます。ここなら無料。坂を登るっていう感じではあるけど、そんな遠くないので無料に止めます。普通に止めれば普通車は200円で、バイクは無料って書いてあります。淡路花さじきの手前に200円の駐車場があります。でも全然歩いても問題ないぐらいです。大丈夫。200円ほどの疲れはないと思います。すごい、ここ見下ろせるんやね。ねえ、またここは違うお花が咲くんだろうね。あ、そう菜のだね。花しただけだし。こっちに玉ねぎの映像と、橋のさ、さらに上に来てる家。あ、ほんとや。淡路の絶景スポットよ。すごいね。すごい。あっちは町。そして海があって、海町ね。左側に本土の方が見える。お花があそこしかまだ咲いてないね。ここに写真スポットがあるんだけど、多分こっちも全部菜の花が咲くと思う。右にもある写真スポット。あ、本当だ。こっちにもある。綺麗だな。で、この青空に映える黄色。うわあ、すごい菜の花の香りが。ねえ、春って感じがする。綺麗綺麗。Soaking up every moment, throw a cherry on your Sunday. Hands in the sky wide open. Yeah, I just wanna celebrate. Life is better on the bright side. まだ菜の花がそんなに咲きまくっていたわけではないから、咲きまくってる。咲き乱れていた。咲き誇っていた。そう、咲き誇るでしょ。咲き乱れてたら咲きまくってたもん、咲きっちゅう。今から11キロ15分ほど移動して、ちょっと遅めのお昼ご飯にしたいと思います。淡路島は海鮮料理も有名なんですけど、生しらすとか桜マスとかも時期の時は食べられるみたいなんですが、今回は気になったものあるかわからんけど食べに行きたいと思います。マミーっていうお店。お母さんですね。そう、マミーでご飯を食べたいと思います。海沿いの方を通っていきます。僕たちは10時ぐらいから淡路島にいるわけなんですけど、はい。現在時刻が1時27分です。かなりもう前半から満喫しましたね。端と端になんか結構集まってるっぽくて、そうね、観光スポット的なところはこう端っこと端っこ集中してまして、ご飯食べるところもこう端っこと端っこだったんだよね。淡路島バーガーは明日食べようと思ってるんですけど、玉ねぎの。はい、今日何にしようかなって思って、がっつり系のやつです。楽しみやな。日曜日だからさ、ほらもうメニューがさ売り切れてたら悲しいな。ちょっと海沿いを走っていきたいと思います。それも言いました。言いました。マルシェシェフガーデンっていうのが、海沿いにプレハブがブワーって並んでるんだね。いいな。久々に海の横走って、晴れた青空の下の海を走る。京都の天橋立とかがちょっと天気ひどすぎて悲しい思いしたから余計なんじゃないかな。すごい住宅街なんだね。これだ。右手にあるやつ、うん。
駐車場がわからん。なんか書いてあるかな、店のかな。ああ、埋まっちゃってるね。前。ちゃってる。玉ねぎが見て、ちょっとイタリアンっぽく見えるんだけど。醤油の香ばしい感じ。なんかピリッとするかも。美味しい。トマトまで入ってんだよね。玉ねぎ。甘い。やっぱり甘い。タコが入ってるんです。ちっちゃいタコが丸ごと。すごい香ばしい。味はしっかりめで、麺がこの麺に絡むスープが。トマトの酸味が最高にさっぱり。でに野菜炒めみたいなのが乗ってるから、あんかけじゃないんだけど、あんかけ焼きそばみたいな感じのイメージ。淡路牛の牛丼、すき焼き丼みたいな感じだね、見た目。はい、いただきます。うわ、玉ねぎは超高級お肉。もも肉のすごい柔らかいお肉が乗ってるからすごい豪華な牛丼。玉ねぎがすごい柔らかい、そして甘い。これ牛丼好きなんだけど、また別物。すき家とかああいう牛丼とは別物のすき焼きに近い高級な牛丼って感じ。ごちそうさまでした。できました。マミーめちゃめちゃおすすめ。びっくりした。本当に美味しかった。店主さんもすごく優しい方でね。メニューも豊富で、そしてラーメン見て分かった通り、あんなにたくさん具材入ってるのに、1000円もいかず850円。食べ応えのあるラーメンでした。さっき牛丼は牛丼じゃないすき焼きだって言ったけど、本当にあれめくると甘い玉ねぎがいっぱいあって、焼かれたような玉ねぎだったよね。そう。あと炭がラーメンにも入ってたし、牛丼の方にもね、入ってたから、すごく玉ねぎが甘くて、牛丼の方はあれ、淡路牛ですからね。それでも1250円。すごい柔らかくて、高級なお肉だった。もう近くにあったら、俺よく通いたい。よく近くにあったら本当に通いたいレベル。淡路島にはいろんな食べるとこありますけど、こういうところもいいなって思いました。ということで、とても大満足でお腹も満たされたところでやってきましたのは、野島断層というところです。この断層は阪神淡路大震災の時に発生した断層をそのまま保存してあるという国指定のところになります。ここでちょっと震災のことについて学んでいきたいと思います。はい。これが当時のままそのままですね、保存しています。これが29年前の阪神・淡路大震災を起こした野島断層の上に屋根をかぶせ、現地保存されます。野島断層の本物です。で、その低い地面が元の地面で、こちらの方の地面が持ち上がって右横へずれ動いています。で、館内では50センチほど地面が持ち上がると同時に右横へ、館内奥へ約1メートルずれ動いています。で、当時は10キロほど断層は現れたんですけど、今は設置されて館内奥140メートルしか保存されていません。で、野島断層はずれてそのままぺちゃんこになっちゃった。2000年同じ色のところが同じ場所でなってるってことやからさ、今度はもう右にずれてしまった。これが外でも普通の地面で起きるって考えられん。
実際これ地震が発生したのが1月17日で、もうその1ヶ月後にはプロジェクト、体験と許可制内の活動が始まって、その1ヶ月後にはもう保存が開始してたりするから、悲しい思いしてる人もいっぱいいただろうけど、これ残しとかないとって動いてる人もいるから、今もねこうやって大事に保存されて勉強になるからすごいことやと思う。入場料730円だったんだけど、すごく見応えのある保存館だったなというふうに思います。地震の被害とかを映像で見たりするのとはまた違うというか、現物を目にするってやっぱすごく刺激になるなって思う。ニュースとかではもちろん見てたんだろうけど、それよりも実物を目の当たりにするとその時のことがねよくわかるし、すごく体感できる気がした。地震の体験が残念ながらできなくなってたのは残念だったんだけど、それ以外にも熊本の地震だったり東日本大震災のことだったりとかも、地震の発生の仕方とかも学んで、やっぱり南海トラフが改めて怖いなって。最近そのね能登半島地震があったけど、その時の気持ちとかまでは分かんないけど、備えることの大事さをこうやって定期的にっていう考えるきっかけがあるっていうのは大事なことだなというふうに思ったかな。これからですけど、はい、淡路島の南の方に移動しまして、はい、本日の夜のデザートを買い占めに行きたいと思います。締めに行くわけではないですけど、事前に予約しているので、はい、そちらで買った上で、はい、今日の車中泊スポットに移動したいと思います。約40分ぐらいはい。お願いします。淡路島の先ほどの反対側、南側、太平洋側を走っていくことになります。松本シティだよ。松本シティ。淡路島の街も思った以上に街だったんだなっていうのを知らなかった。今回来て思った。上の方もカフェとかたくさんあったけど、下は下で結構住宅、って感じだね。人が住んでてお店とかたくさんあるような感じのイメージ。右側に池屋さんがあります。あったあった。何を買ったのかは夜のお楽しみです。はい。自分らもりょうくんも見ちゃダメよ。写真では見ない。いつも予定を大幅にずれる私たちですが、5時に予約したらぴったりぐらいで5時です。もうぴったりやんって道の駅福良までやってきました。すっかり辺りは明るくなりました。買い物も済ませていますので、これから車中飯に行きたいと思います。そうなります。車内に入ってまいりまして、すでにりょうくんにはお肉を焼いてもらっています。今日は特売日だった豚こま切れ肉 200g 弱を焼いて、今日のメイン、道の駅淡路で買いました玉ねぎ。そんなスーパーとか道の駅に寄ったわけじゃないから正直わかんないけど、確かにここで売ってた玉ねぎは今のところ一番安い、多分っていう感じでした。多分オイル蒸ししたいと思います。綺麗に洗ってあるし、これってこの中で焼肉のタレ、それともどっちでもいいですよシェフ。器がいいですね。甘い。あ、甘い。なんでよかった。でもちょっと辛い。ちょっと辛いですね。辛いですね。これこのまま食べれます？無理そうですね。これ無理そうですね。ホイル焼きはちょっと炒めた方が良さそうじゃない？新玉ねぎじゃなかったのかな。あれおか
しいの水にさらすからかな。いやでも絶対甘いはずだよね。甘くはないですね。辛めです。辛いですね。辛いですね。今日昼食べたら玉ねぎ甘かったもん。めっちゃ甘かったよね。うでも淡路さんの玉ねぎだから甘いはずだよ。ん。全部繋がってるよ。つながってるの知ってる意は味ないやん。輪になってるということだよ。水にさらしてみます。ではいただきまいす。ただきます。結局玉ねぎ炒めになっちゃった。これ、焼いたら甘くなる、めちゃくちゃ。うん。新玉まではないけど、まあ柔らかいんだろうなっていうのは炒めててもトロトロになるから。だけ有名なんだもの。新玉の時期はもちろんあるだろうけど、淡路島産の玉ねぎ自体がこういう常に新玉のような甘さってことなのかしら。でも普通の玉ねぎも売ってたってことだよね。淡路島産の玉ねぎの魅力は、糖度が高くどの料理にも合う万能性が大きな魅力です。甘い柔らかいみずみずしいと全国的にも有名です。うらやっぱ甘い。ー。うん。甘い。淡路島産のはこんだけ甘いってことね。けどこのさらしてる玉ねぎはじゃあきっと辛いってことかな。味見してみますね。ああ、ちょっと勇気がいるな。さっき最初は甘いって言ってたじゃん。食べてみずみずしさ、甘さは感じる。で、味わっていってたら辛い。トマトドレッシングがなんだかんだ美味しい。鰹節に合わなそうだけどね。ポン酢がちょっと後で使いたいのでこっちにしてみました。よーく味わえば、ちょっと辛みあるかなやけど、全然普通の玉ねぎやったらこんなの絶対無理なの。柔らかいね、やっぱり。味わいすぎる前に飲み込んだら辛さなく終えられる。甘みまでで。何それ。トロンですね。トロントロンですね。わあ。いただきます。やっぱ甘くなる。甘い。美味しそうです。見よう。ちょっと崩れてるけど。じゃじゃーん。見えてない。現れた玉ねぎ。こいつも玉ねぎ。これは玉ねぎのコンフィでした。コンフィというのは何ですか？元バイトさん。バイトさん、確か低温調理でじっくりと低温の油でされたやつだったような気がします。全然覚えてない。コンフィってなんだっけ？牛ほほ肉のコンフィって出してたけど忘れましたね。これは牛ほほ肉じゃないです。淡淡路島玉ねぎのコンフィです。気になるね、なんかね。わあ、割れるのかこれ。ーわ結構サイズ感的には小さめなんですけど。わあ、それ一口でいっちゃう、もったいねえな。いくよ、とりあえず。それでケーキって食べるのか。わあ、シャキシャキの感が伝わってくる。玉ねぎだ。甘い。実際、正直言って美味しいの。食感が玉ねぎなのに、味は全然玉ねぎじゃない。そうなんだ。でも玉ねぎ食べてる。面白い。美味しい？普通にケーキ。美味しい。前にケーキの玉ねぎ食べてるっていうのが、新感覚すぎて。リアルの色こんな感じです。すごいね。ちょっと桃みたいだね。うん。い食べてん。きます。ほんとだ、めっちゃケーキの味なんだけど、食感だけ玉ねぎ。面白いでしょ？全然玉ねぎの風味も感じないぐらい。美味しい？新しいって言えばいいんだね。だからわかるでしょ？でも美味しい。面白い。めちゃめちゃ甘いんだよね。うんこれ絶対コーヒー必須。玉ねぎの方が甘いのかな？玉ねぎにも甘さをつけてあるね。うん。面白い。これは新しい。いろんなケーキもあったんだけどね。一つが540円ぐらいだったかな。うん結構ここのお店は全体的にサイズは小さめなケーキでしたけど、一個一個がすごいこだわってるし、チョコもいっぱい売っててね、うん。美味しそうだった。では、食べながら終わりにしたいと思います。はい。今日は一日かなり充実した一日になりまして、明日、淡路島を最後に徳島まで渡るところまでをお届けしたいと思いますので、明日はまずここで足湯に入りたいなって思っています。いいですね。面白そうな足湯があるみたいだったから。
明日も充実した一日になると思いますので、また見ていただけると嬉しいです。はい。今回も最後までご視聴いただき、ありがとうございました。寺田夫婦でした。さよなら。充電が切れちゃう。玉ねぎ。ネギネギ。あんま面白くない。やって思ったけど。神戸のコストコに行くとこ。帰るとこだよ。帰るとこだ。